やってまいりました。今年もこの季節が WSOP ワールドシリーズオブポーカーがメインイベントよりもメインイベントって感じがします。$25,000取り戻すのモチベーションにするわ。マジでエグいぐらい買ったわ。7時間で14,000で勝ち。おはようございます。おはようございます。というわけでラスベガスももうちょうど1週間だ。早っ。体感3日。マジでビビるわ。ちょっとね、昨日おとといカメラ全く回してなかったんですけど、昨日もおとといもベラージオでキャッシュゲームやってました。2日とも3日前が1万ドル買ったじゃないですか、はい、14,000ドルベラージオで買ってリゾートワールドで4,000ドルぐらい負けてトータル1万勝ち。おととい昨日が両方とも5,000ずつぐらい負けてしまいまして、なんと今回の旅のキャッシュゲームの収支トントンになっちゃいました。振り出しに戻る。しんど。WSOP まだ1週間なんですけどね、ちょっともう早くもしんどくなってきたわけです正直言うと。これはもう戦いですね、自分との。まあキャッシュゲーム勝ってないっていうのもそうだし、一番やっぱり25,000で開けたの未だにねちょっと引きずってるっていうのもあるんですけど、今回ポーカーもそんなできてない。まだ1週間経つのにまだ32時間しかやってないから、まあ1日今5、6時間しかやってないんで、ちょっとやる気出していかなきゃいけないですね。ちょっとやっぱり今回のラスベガス気合が足りてないわ。僕のプランとしてはキャッシュゲームがまず今トントンなので、キャッシュゲームももちろんね今回はいっぱい勝とうと思ってきてるんでやりますか。というわけでレッツホットドッグ。まずはホットドッグ。わかりました。というわけでゲームにバルができましたが、はい、ゲーム良さそうです。昨日はちなみに激辛ハバネロぐらい辛かった。この1年で一番辛いぐらい辛くて、一昨日良い、昨日悪い、今日は良さそう。そうだな、まあ5,000ドル勝ちます。わかりました。頑張ってください。頑張ります。ラッキー。お疲れ様です。というわけで、ベラージオの1020ゲームをプレイしまして、何時間ぐらいだったかな、5時間半プレイしてプラス6,208ドルということで結構勝ちましたね。ゲームもそんなに悪くはなかったですね。ぼちぼちいいかなぐらいのテーブルだったんですけど、またしてもアランがね、あと RC がね、見てくださいこれ RC のRepresenting, always representing もうこんな帽子をかぶってねポーカーやろうぜって誘われたら断れねえってことで、ベラージオのキャッシュゲームやめてリゾートワールドに今日も来ました。この間と同じメンツで今日は1020をやるらしいんですけど、ディープ版インの1020なんで結構でかそうですね。というわけでやっていきます。 And the ace Chihuahua I like Chihuahua. Oh my gosh I won. Oh, 7. There we go. Yay! Oh my gosh, what this hand? I love this game! お疲れ様です。あっという間の日々が過ぎているんですけども、ほぼほぼリゾートワールドとベラージオ行ったり来たりでしたね。そしてですね、私の現在の収支、ただいま45時間プレイしておりまして、もちろんプラスですよ、横澤なんで。収支はなんとこちら850ドルでーすはい、時給19ドルって書いてあります。ラスベガスの時給19ドルは多分マックのバイトぐらいの時給ですね、多分ね。勝ってることが重要ですからね。ちょうど今ねスタート地点になったということで、今日からスタートだと思って頑張っていきましょう。やっぱ WSOP 期間中は毎年行ってるんですけど、もちろんトーナメントで勝つことも重要なんですけど、毎回勝てるもんじゃないので、キャッシュゲームでいかにねお金を補充するかっていうところが非常に重要ですので、今日もキャッシュゲームをしっかり打っていこうと思います。なんですけどちょっとやっぱり横澤今日いつもより元気だと思いませんか。我々はね今から使っていきます。トロピカーナ、Yes please。聞きましたか今のトロピカーナ。トロピカーナって何ですか。美味しそうですね。トロピカーナカジノというカジノがねラスベガスにはありまして、我々は今からそんなところに向かっていこうと思っております。なんでトロピカーナなんて行くのって思ってますよね。
それはですね着いてからのお楽しみです。でもすごい今僕はワクワクしております。というわけでちょっとまずはトロピカーナに向かっていきましょう。到着しまった。トロピカーナです。こちらですね、我々が来た理由はですね、ここはロサンゼルスでよくライブアットバイクっていうバイシクルカジノのストリーミングゲームに参加してると思うんですけど、ラスベガス進出が決まりまして、ライブアットトロピカーナが実は開催されるんですよ。ライブアットザバイクはですね、全米に6カ所計画中らしいんですけど、まず第1弾としてラスベガスでこれから配信だから開始されるということで、招待していただきました。実はですね工事中でして、機材とかの撮影をするために、実際にお金をかけながらポーカーをしてくれるプレイヤーに協力してほしいということで横澤がなんと選ばれました。放送はされないんですけど、配信宅という名の録画宅ですね。Hey, good to see you. Thank you. Welcome back. Yeah. チップを購入してきます。今日のレートは50-100。でかい。この10日間1020とか5525みたいなレートを打ってたので、今回の旅最大レートですね。とか言ってね、マルタの時とかはね50-100とか打ってたじゃないかと思うかもしれないですけど、そういう問題じゃないんですよ。50-100とかの高いレートを打つことって多分そんなにないと思うんで、きついっすね。今日負けたらマジで死ぬかも。レートの落差が激しすぎて、今日の勝ち1回分が普段の勝ち10回分ぐらいに相当する可能性があるんで、気合い入れていかないといけないですね。So it should be a 30,000. 今日マジで勝つか負けるかで天国と地獄。マジで負けたくないよ。というわけで勝つ。やばい、なんでこんな緊張してんだ。初めてのラスベガストロピカーナライブアット配信勝ちます。Vato gonna play a hand? Yeah, finally. Here we go. Just go. Yeah. JD's raise. Oh, 8. Sato flop stop there. He's gonna check. Go flush. Can we get cocktails? Maybe keeping quick call from Sato. Yeah, like king of here. I've played on live at the bike before. Heck, Sato's got this hand locked down here. After he folded that. No, fun, not cool. Magic folded. それ聞いてくれよ。久しぶりにねポーカーで嫌な気持ちになりました。マジテーブルの空気最悪だった。最近やっぱねラスベガスはプライベートゲーム文化がすごい浸透してるわけですよ。2つの理由があって、1つはノリの悪いやつとポーカーしたくないっていう、ずっと携帯いじっててとか、もう1個がそのプロを排除しようっていうの動きがあって、自分より弱い人をうまいこと集めて美味しいゲームを作ってそこでお金を稼いでるみたいな人たちもいるわけですよ。ベラージョとかでやってる高いレートのプライベートゲームはそもそもプロ NG のも結構多いんだよね。そのプロ NG のプライベートゲームを主催してる人が1人参加してたの、今回の配信に。その人が開始30分1時間ぐらいでめちゃくちゃ俺のこと攻撃してきて、それがやっぱテーブル全体の空気をめちゃくちゃ悪くしてて、5時間半ぐらいやってたんだけど誰も喋んなくなって最後解散みたいな。アレックスがさみんなにさ「なんでみんなやめちゃうの?」みたいな「なんか俺悪いと勝った」みたいなって、みんなが雰囲気最悪だから普通にやりたくないみたいな、今後こういうこと絶対ないようにするからまた来てくれみたいな。俺の意見は自分の利益のためにテーブルの雰囲気を変えようとするやつはやっぱりろくなやついないね。これ誰のためのゲームなのって話なのよ。見てる人のためじゃんストリーミングゲームって。視聴者さんのためにポーカーしてんのに自分が稼ぎたいっていう気持ちが前に出過ぎちゃってて、めちゃくちゃ空気を悪くしてるなっていう風に思いましたね。ちなみに収支はプラス6390ドルです。勝ちました。最悪な空気の中しっかり。いや難しいですね。今回のベガスのねテーマはやっぱこのねポーカープレイヤーとは何なのかってことを結構ね考えちゃいますね。このプライベートゲームがめっちゃ増えてるっていう現状もそうだし、今日言われた日本人のポーカープレイヤーはしょうもないやつしかいないみたいなこと言われたんだけど、そういう風に感じてる人もやっぱいるんだなっていうのも思ったし、最近はリゾートワールドのプライベートゲームとか参加することも増えたし、いろんなことが分かってきたなって感じですよね。ポーカープレイヤーとは何のためにある職業なのかみたいな、そんなことを考えさせられる配信宅でした。なんか気分悪い。なんかさっぱりしねえよ。というわけで今日も来ましたラジオ。というわけで今日も
プレイしていきたいと思います。今日もキャッシュゲーム集中期間ということで、勝ちの積み方ですから分かんない思っとるわけですよ。で今日も一日頑張りましょう。でもスラダ入ってるかも。スラダ入ってから話は分かる。6時間半プレイしたんですけどタコ負けしました。6時間半で1万ドル負けです。ずっとトントンでプレイしてたんですけどジャックハイでオールインしてあのハンド1ハンドでほぼ1万ドルですね。エース7持ってたプレイヤーもおそらく結構強いプロのプレイヤーだと思うんですけど、ポーカーあんまりしたことない方からしたらお互い相当変なことしてるように見えたかもしれないんですけど、そんなにめっちゃ変なプレイしたわけじゃないかなって感じがしますね。やるべきことをやった結果とんでもないでかいポットになって負けてしまったって感じなのでやむを得ないですね。僕が普段打ってるね50、100みたいなレートでいったら1万ドルぐらいはね当たり前のように上下するので切り替えてやっていくしかないですね。とはいえ苦しいですよ。というわけで今日も10-20-40ノーリミットホールデムプレイしていきます。ココーハロー。ここから何とかして収支をプラスに持っていきたいですね。マイナス4000ドルぐらいなんで今日の目標は5000ドル勝ち、これでいきたいと思います。10-20-40なんで 125BB ですね。頑張るぞ。Gonna beat the Coco. Double one. Pasando you drink that okay? Why so close? 頑張ります。I think I don't hold this. How do you feel? I don't think you do that with queens, ace king.
Only aces. If I fold this, I'm such a very neat. Yeah, I fold. Good fold. Very sure. Aces? Hey, Coco! If he doesn't have aces, I buy you together. You had it? I had aces. I believe you. My viewer will say, no, he had no aces because he didn't show. It was worth at least Yeah. $300-400. Nobody believe if you say like I had a king aces. Everybody know I had aces. I had aces. I want to become famous in Japan. Yes. I will get showed. This is Kukuruchi. Queen eye. Show your hand. Oh, queen high. A3. Oh, you Ah, king. Aya. Oh, insta-call.引いてほしいことがいっぱいある。まずね、ココ相手にフリーフロップでキングスエーシーズで紙ホールドしてやったんですよ。相手エーシーズね。てかまあその時点で俺は思ったのふと。っていうか俺めちゃくちゃついてないかもって思ったの。この1週間ぐらい。実は。そんなことを思いながらもプレイしておりまして、時間も時間だし、やめようかなって思ったら、最近ラスベガスで変なククルチーっていうゲームが流行ってまして、$3000ぐらいのことを思って、フラったのよ。まあやめてもよかったんだけど、ちょうど今、礼金払ったばっかだったから、まあ一周だけやろうかなって思ったんだけど、そしたらキングスが配られて、前段持ってかれました。そのワンハンドで。$4418負けです、今日も。ずーっと負けてんな。負け負けおじさん。帰ろう。これからですね、ついにトーナメントが本格的にスタートしていきます。ここから2週間の間に僕は連続して10個のトーナメント入れます。頑張れ。見てください、僕の左。メンタル離れすぎます。